でこんなに天秤座が集まっている彼が絶対アイドルやりたかったんだろうなって。報われない時間さえ希望に変えていく。はい。では、ここから早速ライブで始めていきたいと思います。今日のテーマは、タイムレスという、皆さん、日本の方はもちろんご存知のアイドルグループの原くんの、バースチャート、それから今の状態を見るトランジットやソーラーアークっていうんですけど、先生でチャートを出して、この間の練習会で星読み練習をしたんですね。そうするとその内容がとっても勇気をもらえる内容だったので、せっかくだから皆さんにシェアしようということになりました。で、同時に、ここにいる今日手伝っていただく皆さんは、新時代先生術というガイアハウスで、オリジナルでやっている先生術の、星読みナビゲーターとして毎月毎月ずっと練習会に出ていただいている皆さんなんですけれども、その方に今回は読んでいただくんですけれども、同時に皆さんセプタグラムソウルジャーニーリーディングのカードリーディングの、先生たちでもあります。なので同じ人をカードリーディングと先生術と両方の角度から見ると本当に面白いことが見えてくるということで、カードリーディングの方でも出しました。ですからですね、ちょっとこの後、カードリーディングで、セプタグラムのカードリーディングで見た原くんという一人の人物、そして先生術で見た星という流れで話していきたいと思います。で、今回はもう皆さんがですね、なんならば本当に私よりも練習熱心でずっと練習されていろんなチャートを読めるようになっている方なので、私じゃなくて、ここにいる皆さんに主役になって読んでいただこうということで、早速始めていきたいと思います。で、まずは、さっき言ったカードリーディング気になっている方いると思うので、カードリーディングのところから見ていただきます。で、お見せするのは、セプタグラムソウルジャーニーリーディングという、もう今、話題です。すごくたくさんの方のお問い合わせもいただいて、本当に的をついてるって、なんか魂の声が聞こえるということで、すごく話題になっているカードリーディングなので、そちらの方を、じゃあ、聖子さんにお願いしたいと思います。聖子さん、お願いします。はい。では、原ちゃんのですね、ソウルのバースチャートの内容をお話しさせていただきます。まずカードがですね、伝えてきたのは、原ちゃんの使命ってこれまでの辛さや苦しさを全くなかったことにすることではないということなんですね。あれも自分の人生だった。そう受け取った上で、その全てを光に変えていく、そんな魂のあり方が見えてきます。そして夢のゴールは、ただ成功することだけではなくて、そこにたどり着くまでの道のりそのものを生き様として見せていくこと。時間がかかっても、思うように報われない時期があっても、それでも諦めずに歩き続ける。その姿が後輩たちや頑張っているのに結果が出なくて、もうやめようかなと思っている人たちに、それでも続けていいんだよという希望になっています。原ちゃんのソウルを一言で表すなら、報われない時間さえ希望に変えていく魂です。はい。では次にですね、原ちゃんの潜在意識からのメッセージというのをお伝えしていきたいと思います。これは本当にとてもシンプルでした。これまでやってきたことをもっと信じていいよ。今まで積み重ねてきたことはちゃんと全部あなたの中にある。だから必要以上に自信をなくさなくていいし、周りと比べて自分の立ち位置を気にしなくていい。あなたの良さをもう少し外に出していい。あなたらしくその場所で輝いている。潜在意識の行為を一言で言うなら、もう十分やってきたじゃない。だからもっと自分を信じていい。力を入れすぎず、少し肩の力を抜いてバランスを取りながら進んでいくことで、これから見える世界は今よりもっと広がっていきます。そんなメッセージでした。私からは以上です。ありがとうございます。カードリーディングでね、割と本当に切ないカードも出てますし、とっても感受性豊かな人であるっていうね、だから一見見てると、ゴーゴーと目立って行動してっていうふうに見えるんだけど、実はこういうカードを出てみると、そういう人に限ってすごい繊細なカードが多く出ることっていうのが多くて、その典型的なね、例ではないかと思います。
じゃあ次は、かなえさんお願いします。かなえさんに彼のバースチャート、こちらですね。もうこのバースチャートが本当にもう素晴らしいバースチャートですので、解説していただきます。お願いします。はい。原さんのバースチャートで最も特徴的なのは、天秤座への天体集中です。太陽、金星、水星がいずれも天秤座にあることから、調和を好み、人との関係性を大切にすることがわかります。一人で輝くというよりも、同じ目的を持つ仲間とのつながりや調和の中でこそ、才能が開花する星です。スタートエンターテインメントという場所は、まさにその本質に合った選択だったと言えます。一方で、太陽のすぐそばには傷を表す回論があります。自分らしく夢を追い行動するほど傷つく経験も伴うことを示しています。さらに注目すべき点は、水星、ドラゴンヘッド、そして小惑星のエコーが天秤座で重なっている点です。エコーと水星の重なりは表現したいのに声が届かないと感じやすい配置ですが、同じ場所にドラゴンヘッドがあることで、ここから逃げずに挑戦し続け、最終的に自分の本当の声を届けることが今世の魂の目的であることを示しています。原さんがなかなか日の目を見ず努力が報われない中でもなお諦めずに努力を続けてきた背景には、自分と同じような苦労をしているたくさんの後輩たちの代弁者としての使命があり、そのために自分自身も報われない葛藤を乗り越える体験が必要だったのかもしれません。自分がしてきた苦しい思いを後輩たちにはさせたくないという思いが感じられます。また、射手座の木星と天秤座の金星の調和は、分け隔てなく人と人とをつなぐ役割に喜びを見出すことを示しています。原さんが先輩と後輩、下積みが長かった人と新たにメンバーに加わった人といった異なる立場の人たちの橋渡し役として活躍する可能性を感じさせます。注意点としては、乙女座でパラスとベスタが重なり、魚座の土星が向かい合う配置は理想に向かって努力を惜しまない一方、自分に厳しく完璧主義になりやすい性質を表します。人生を止めてしまう落とし穴は、この完璧主義から一人で深く考え込みすぎてしまうことです。双子座のリリスは考えても仕方のないことを考え続けてしまう傾向を示しています。また、お羊座のドラゴンテールは一人で抱え込むよりも仲間やファミリーと共にいることが重要であると伝えています。一人で深く落ち込む前に誰かに引き上げてもらえる関係性が原さんの人生を前に進める鍵となります。最後に、サソリ座の火星は他の天体とアスペクトをとっておらず、一人で努力を重ね深く突き詰めていっても、その頑張りは形になりにくいという配置です。だからこそ、星の巡りによって流れが切り替わるタイミングが重要になります。その転機となるタイミングについては、この後詳しく解説していただきます。以上です。ありがとうございます。これが先生術のね、練習会、実は私は海外に住んでいるから、そう皆さんほど本当に詳しく、多分アイドルのこともタイムレスのことも詳しくないかもしれないんですが、ネット上で流れてくる状況だけですけれども、こうやってパッと出した時に、太陽とカイロンがくっついてる日に生まれてきたんだ、しかもエコーと水星くっついてる、しかも天秤座っていうまさにああいうスタートエンターテインメントみたいな同じ目標を持っている横並びの人たちがいて、そこで誰が出てくるのかデビューしてくるのかみたいな場所で傷つく。でそこで彼はなかなか見てもらえない、認めてもらえないっていう典型的なチャートだったから、どんだけ苦労したんだろう。多分言ってるのか言ってないのか知らないけど、辛い思いをしてきたんじゃないかと思うんですね。みんなが一緒にやってるからこそ自分だけ声が届かないことに対する。でも今言っていただいたようにドラゴンヘッドがあると、じゃあそれやめて僕はもう一人で別のところでデビューしようだってよかったわけなのに、やめられないんですよ。そこにいなければいけない。そこで苦しくてもやらなきゃいけない。それが使命だから。使命っていうのがちょうどね、タイムレスだと私の知る限りでは、新しいメンバーともともといるメンバーと、そしてもともとスタートにいるメンバーっていう、だからどっちの気持ちも分かるっていうのがもうまさにこのチャートの人の立ち位置に彼が見事に抜擢されているんだなという。だからかなり切ない、でかなり努力家で必ずしんどい思いをしてるんですけれども、改めてよかったな、
今回オーディションに通ってと思いました。で、オーディションに通りにくいんですね、このテープは。だから今まで声が届きにくいんですよ、このチャート。なのになんで今回通ったのかっていうのは、実はそのトランジットとかソーラーアークっていうのを見ていくと分かるんですが、それがオーディションのあった時のチャートがこちら。この解説はじゃあゆきさんにしてもらいましょう。はい。なかなか報われなかった原さんなんですけれども、転機となったタイミングでは何が起こっていたのかということをご説明します。オーディションの瞬間、焼き立てジュノーと海王星が重なるという象徴的な配置が起きていました。それは夢が幻想ではなく、現実の約束として結ばれた瞬間です。これまで積み重ねてきた努力が契約、役割、所属という具体的な形で返ってきました。さらに2025年は、天秤座にとって風向きの良い年でした。その上、木星と金星のトライン、冥王星のトライン、そして海王星と天王星のセクスタイルが形成されていました。まさに人生が報われるタイミングだったんです。加えて、木星がエコにトラインしていたことは、自分自身の声を外の世界へ響き聞かせることを自分に許可できた瞬間だったとも読めます。このように、オーディションの日は原さんにとって人生の転換期の祝福の日であり、この日のチャンスを逃さなかったのは、原さんが諦めずに続けてきたことにあるとも考えられます。以上です。ありがとうございます。じゃあ引き続き、これからの流れをさとみさんにお願いします。はい。2026年も引き続き好調で、さらにパワフルな変容を遂げていきそうです。2026年のテーマは、人間関係とコミュニティ。メンバー、友人や事務所など、原さんを取り巻く人間関係の学びが押し寄せてくると同時に、原さんのバースチャートのエロスに、夢や理想の海王星、現実化の土星が重なることで、表現したいという本能や情熱がより具体的になって社会的に役割を与えられ、花開いていく可能性もありそうです。また、ソーラーアークの金星がバースチャートのアスペクトを持たない火星に重なります。これまでなかなか使えてこなかった心の奥底から湧き上がる情熱に、喜びと魅力が吹き込まれ、一人で頑張るステージから周りの人々と深く関わり、後輩を育てていくような人々を引きつけながら未来につながる段階へステージアップする流れになっていく可能性もありそうです。以上です。ありがとうございます。そうですね。なんかね、この火星がね、彼すごく機能してなかったんですよ、バースチャートで実は。で、こういう人ってやっぱりいるんですね。で、こんなに努力家で、こんなに夢があって、こんなにやりたいことがはっきりしているのに、火星が機能しないタイプでバースチャートを持ってると、やっぱり火星っていうのが表現していく力だから、でそれが外に見えていかないんですね。で、そういう人はじゃあ人生、もう成功しないのかというと先生術ではそうではなくって、ちゃんと星のタイミングっていうのがあるから、それが報われる時があるんだということなんですね。それが今言ったように火星の上に彼の場合はですね、今火星の上に、金星が乗っかってきている。でこのタイミングでオーディションの時ももうだいぶ近かったっていうのもあります。でオーディションの時は、ゆきさんも言ってくれたように、夢を叶え現実にするっていう海王星に、今まで自分の権利、こんなに頑張ってきたんだっていう権利がなかなか他に抜かされていっていたのが、権利をつかむっていうのがジュノーと海王星の、コンジャンクションっていうふうに読むんですね、先生実はね。それが見事に報われて、このタイミングでオーディションがあったから多分うまくいったっていうのがね、もちろんそれまでこれ努力が報われた図だから、努力をしてきたっていう前提ですよ。努力をしても報われない時ってあるじゃないですか、はっきり言いますと。でも星回りによってそれが現実になる時もあるということです。コメントでも原さん諦めなくてよかったですね、腐らずに頑張ってきたご褒美。そうです。だからもうこれを見た時にやっぱりそういう時期ってあるんですけど、人ってなかなかうまくいかない時でもやっぱり持続していくことで
努力さえしていれば、それはどこかこう見てもらえる瞬間っていうのがあるの。いつも見てもらえないようでも見てもらえる瞬間だから、だから持続が大事で、せっかく持続していてもちょっとこの3ヶ月こう自暴自棄になっていたら、そこで見られたらチャンスがなくなるわけじゃないですか。やっぱり継続力の大切さっていうのを風の時代のキーワードで出てくるのがここで表れてるかなと思いました。ということで以上で原くんのこう解説です。ちょっと分かりやすく簡単にしていただきました。皆さん、星読みナビゲーターの皆さんありがとうございます。もう素晴らしい。私はこんなに読めるようになるまで10年かかりましたけど、皆さん本当にずっと練習されているので素晴らしいと思います。ありがとうございました。会員証です。あ、それ何、ファンクラブの会員証そんなキラキキラなの？キラゴールドです。いいね。運気上がりそう。本人も15年の夢が叶ったって言ってたんですよ。やっぱり先輩たちのバックでずっと踊ったりとか、その後はもう俳優の方に行ってたんだけど、やっぱり本人的にはそのアイドルっていうのは諦めたくないみたいな気持ちがやっぱりあったみたいで。なんかそのね、アイドルのファンってね、日本独特のあれかもしれないけど、素晴らしいよね。なんかそのこう関係性とかもこう支えてあげたいと思いながら自分の推しのために一生懸命活動している方とか多いけど、これマニフェステーション術とか願望実現術の私のねメインでやっているお仕事の、でもすごく推し活はいいこと、大好きな人を応援するってこの世で一番素晴らしいエネルギーなんですよ。でそれをさせてくれてるのもまたアイドルという存在でもあるから、だから応援するものがなくなった時に人ってやっぱりちょっとねエネルギーが下がるから、だからお互い相互関係で素晴らしいんだなと思ったし、応援してもらえる人になるために日々努力しているっていうのもすごく大変なことなんだろうなって改めて思いましたね。彼のはもう私もバースチャートでしかこう個人的にもちろん知らないけど、かなり苦労してるからね、チャートは。なんか苦労っていうのはみんな苦労してるんだけど、この心が傷つく、えぐられるような多分出来事はいっぱいあったと思うんですよ。本当にこう自分だけみたいな、なんで僕がとかいう、カイロンと太陽がくっついてる日に生まれようって決めるソウルって、私はそうじゃないからものすごい勇気あるソウルだなと思うんですけど、多分彼はそれをしたと。ですることによって目的は同じような気持ちの人たちを支えてあげられるから。なんで多分これによると将来はこの事務所で後輩育成とか、なんかそういう担当とかね、後輩のためにより良い改革をとかしていきそうなイメージはあります。